ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回新型のね、MacBook Pro が、これからどうなっていくのか、そちらについて、詳しくお話ししたいと思います。前半はちょっと M1Mac の凄さっていうのをね、振り返りつつ、次のその MacBook Pro ですね、新型がですね、この性能っていうのが、どうなっていくのかっていうのをね、ちょっと具体的に解説してですね、後半はさらに突っ込んで、そのデザインだったりとか、具体的な仕様とかね、新しい情報をね、加えながらですね、お話ししたいと思います。で、最後にその新型 MacBook Pro の、発売時期ですね、だったりですね、新機能こういうのがもしかしたら来るんじゃないかっていうね、お話しようと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするですね、リーク情報だったり、賢い買い方ですね、だったり、ガジェットのレビュー動画というのを定期的にアップしてますので、僕も含めて皆さんと一緒にですね、IT リテラシー高めていければと思っておりますので、まだね、チャンネル登録してない方はぜひ登録して最新情報をどんどん受け取ってください。で、一番右の通知ベルもオンにしていただくと、最新情報すぐ届きやすくなりますので、今買うな動画とかもね、結構うわー見といたらよかったとかね、結構いただくので、よろしければね、通知ベルも押していただければと思います。様々ね、リークがね、MacBook Pro 出てるんですけども、まずはその Apple がですね、Mac のそのラインナップにね、ちょっとどういう変化をもたらしたのかっていうね、ところですね、ちょっと振り返りたいと思うんですが、昨年の11月にですね、最初のこの Apple Silicon であるですね、M1 チップっていうのをね、発表しました。今まではそのインテルのね、チップっていうのが入ってたので、インテル入ってるだったわけですね。ただもう今の、MacBook が実はインテル入ってないですね。はい、なってます。はい。新たにその Apple 独自の CPU ですね。人間でいうこの頭脳、脳みそに当たるところなんですが、人間で脳みそなので非常に大事なところっていうのをね、お分かりいただけると思います。で、その CPU を、Apple がですね、自ら作って、今後2年間かけて、すべてのその Mac に、搭載していくと。なので Apple Silicon を全部移行していくと、発表したわけなんですが、はい。で、実際その M1 チップ搭載のね、Mac が、3つ出たんですけども、その M1 ね、搭載の Mac が、やっぱり性能の高さとかね、充電の持ちとかがめちゃめちゃいいということでね、非常に評判が良いと。で、売り上げも、実際かなり上がってるところですね。はい。僕自身もその M1 チップのね、搭載の MacBook Air をね、今もう3ヶ月以上ね、使ってるんですけども、非常にやっぱりね、快適ですね。レビュー動画もしよかったら見てね、ちょっと参考にしていただきたいんですが、どうしてね、こういうことが可能になったかっていうのを、シンプルに言うとですね、今までのやっぱ iPhone とか iPad、Apple Watch で培ってきたこの、技術というか、それをもう全部その Mac ですね、パソコンの方に応用して、さらに最適化されているからですね。iPhone とか特にそうなんですけども、あんだけ小さいのに、非常にやっぱ高性能じゃないですか。しかも一日中その、電池も持つと。これって結構すごい。10年以上ね、もう iPhone とか iPad で、その知見っていうのを Apple でもうずっと磨き上げてきたと。もうその改善し続けてきた技術を、経験とか、知見をもう全部ね、この Mac にガーンってね、ここで入れたっていう感じですね。凝縮されている。それがいわゆるM1 チップに今なってるわけなんですが、もともと Apple はね、パソコンのね、会社だったんですね。Apple コンピューターっていう名前だったんですが、それはやっぱ iPhone が登場して、スマートフォンの会社になってなんですけど、そしてそのスマートフォンのね、進化した技術を使って、その技術を使ってまたその Mac を進化させようとしてると。その移行が今この瞬間にね、行われているということなんですね。はい、もうワクワクするぞと、これは。はい、もう孫悟空的に言うともうそういうことですね。ということでこのチップ自体もね、非常に素晴らしいんですが、Apple の本当の強みっていうのはやっぱりハードとソフトですね。パソコン本体と、中身、OS とか言われたりしますけども、そこをやっぱ一緒に、自らで一緒に作れるっていうのが結構強みなのかなっていうところですね。そこも含めると、やっぱり競合とかと比べるとちょっと今進んでるかなっていう印象は受けますね。はい。しかもまだこれが、この M1 チップがまだスタート段階っていうところが、ポイントで、これからなんでね、これじゃあどうなっていくのかっていうのをね、これからちょっとお話ししたいと思います。で、現在のM1 チップっていうのは CPU ですね。頭脳に当たるところが8コア。GPU も、こっちは画像処理するところなんですけども、そっちも8コアなんですよね。はい。このコア数っていうのは、要するに脳みそのね、ちょっと数とかと思ってもらえばいいんですけども、基本的に多い方がいいです。で、4コアと、例えば8コアだったら4人で作業するのか、8人で作業するのかって言われたら、それ8人で作業した方がね、早いですよね。はい。普通に考えて。で、次のその MacBook Pro には、最大で、CPU が20コアとか、GPU に関しては32コアまで搭載されるのではないかと言われております。iMac とかね、含めてなんですけども、はい、結構やばくないかと。どんだけコア
載せんねんみたいな感じですけども、次なるその、MacBook Pro とかにはですね、おそらく、M1X チップっていうものが、搭載されて、14インチと16インチが、今年の後半とかには出るんじゃないかと言われておりますね。さっきは、コア数をね、最大と言ったんですが、少なくとも CPU であればおそらく12コア、で、GPU では、16コアが搭載されるんじゃないかと。で、今の M1 ですらね、かなり、性能的には高いんですけども、本当にね、これからじゃあどうなるのっていうね、感じですよね。なので予想としては本当現状今最強のそのデスクトップ PC、めちゃめちゃこれ高いですね。Mac Pro の、12コアあたりのね、スコアは出るんじゃないかと。思いますね。ちなみにこれ、12コアに上げるだけでもね、これ70万円とかするんですけども、もりもりすると700万円とかいくんですけどね、Mac Pro。あとGPU に関しては、16インチのね、MacBook Pro とかは超えるようなね、同等ぐらいの性能にはなるんじゃないかと思いますね。はい。そうなんですよ。はい。なんで、まだ Apple Silicon のその本領が発揮されてるのは、これからってことですね。なんで次のプロなんじゃないかなと思いますね。で、ここまでで、ちょっと、性能がね、非常にすごくなるっていうのは分かったと。はい、お分かりいただけたと思いますので、じゃあ次のその MacBook Pro の、デザインとか、仕様とかね、機能とか、そっちをもうちょっとね、具体的に見ていきたいと思います。で、遡るとですね、2016年に、MacBook Pro が今のね、形に、刷新されて、大きなね、そのデザイン変更があったんですが、そこでの変化が、今思うと、やっぱりそんなベストじゃないね、点も、いくつかあると。例えば、マグセーフ充電っていうのがね、もともとあったのがなくなって、今や端子が全部 USB-C になりましたね。はい。なので基本的にはその USB ハブっていうものをね、つけないと、他の端子は使えないという仕様になったと。この5年間で結構MacBook に対して不満の声とかもやっぱりあったりして、Apple もやっぱそこをやっぱちょっと認めるようなね、感じの改善というか、そういうリークとかね、情報が出てきているっていうところなんですよね。ではね、じゃあ次のその新型 MacBook で、どう変わっていくのか、どう改善されていくのかっていうところなんですが、まずはね、やっぱいろんな方が言っている、デザインがやっぱ大幅に、変わりますと。で、最近登場したやっぱ iPhone 12とか、iPad Pro だったり iPad Air ですね。そこら辺、そこの製品のように、全体的にやっぱ四角い角が四角いね、デザインね、スクエアエッジとか言われるんですが、そういったデザインを採用するんじゃないかと言われております。Apple 製品のやっぱ統一感とかね、やっぱ出す意味では結構理にかなってるというか、さっき言った中身とかチップとかも、iPhone、iPad 元にしてると言ってましたけども、やっぱ外観もね、やっぱそういう風になっていくんじゃないかと。やっぱそっちに寄っていくんじゃないかと思いますね。で、もちろん変わるのは、デザインだけじゃないということで、画面に関してもですね、例えば次の iPad Pro、搭載が噂されているですね、ミニ LED の、搭載もあるんじゃないかと言われております。iPhone とかも今やっぱすべてね、iPhone 12からは全部有機 EL ディスプレイですね。綺麗な画面になりましたし、MacBook ね、もちろん綺麗ではあるんですけども、やっぱ例えばインカメラが 720p のね、結構荒いやつとかだったりですね、まだまだ、液晶ディスプレイっていうね、いうのもあるので、ちょっとやっぱ時代遅れ感もね、正直あるなっていうか、改善してほしいなっていうね、っていうのは、確かなんですよね。で、また、2016年からですね、MacBook Pro にね、搭載されている、タッチバーですね。こちらもなくなるということです。はい。デザイン的にはね、ちょっと見た目、かっこいい、ちょっと未来的なデザインな感じもするんですが、はい。正直ね、機能面とかで見ると、もう、あんまり僕も使ってないんですよね。使い勝手が正直ね、そんなに良くないっていうのは、いろんな方が言われている通り、事実ではあると思うので、物理的な、やっぱりファンクションキーですね。MacBook Air みたいな形に、戻るんじゃないかと言われております。はい。で、また2016年に消滅したですね、マグセーフ充電も新しくなってね、現代的になって、復活するんじゃないかと言われております。期待の面もね、もちろんあるんですが、端子がちょっと増えるっていう意味ではなんか、またね、こう、持ち運ぶものが増えて面倒だなっていう気もあるんですが、期待されるところとしてはやっぱりね、さらなるその高速充電とかが、USB-C とかよりも早いね、充電とかできるようになるんじゃないかと、ブルームバーグとか、言ってますね。はい。その辺を期待したいところではあります。で、また一緒にその5年前に消えた、端子たちもね、全部戻ってくるかもしれないというところで、以前の動画で、なんか SD カードスロットとか、USB-A 端子が戻るんじゃないかっていうね、お話はしたと思うんですが、最近ね、今回新たに記事によると、ミンチーコーさんですね。この方によりますとですね、HDMI ポートも復活するんじゃないかと。出ておりました。はい。これちょっとびっくりしたんですが、なので、その新型 MacBook Pro では、まず USB-C ですね。サンダーボルトが4つと、SD カードスロット、マグセーフ充電で、HDMI ポートにイヤホンジャックみたいな
そしてもしかしたらUSB-A 端子とか、そういう風な搭載される可能性、そういう風なラインナップになる可能性が高いかなっていうところですね。はい。ちょっと HDMI ポートって結構でかいので、ちょっと厚み必要なんじゃないかなっていう気もするんですけども、どうなんですかね。はい。ユーザーからするとやっぱ無駄なその USB ハブとか使う必要がなくなるので、嬉しいとは思いますね。やっぱりね、端子ついた方がいいので、Apple もそういう意味でちょっとこれ失敗を、やっぱりね、失敗だったとね、5年かけてですが、認めたっていうね、と正直同じかなと思います、これは。なのでこの5年間ね、批判された部分ですね、タッチバーだったり、画面のクオリティだったりとか、端子ですね、USB のハブ地獄とか言われたりしたんですが、もろもろの問題を全部ね、一気にちょっと改善してくれるんじゃないかと。なんでちょっと5年ね、そんだけ放置された分ですね、しっかり改善ね、大幅にしてくれることを期待しております。で、もちろんこの5年間の問題が、改善されるだけではなくですね、前半で解説したように性能とか、バッテリーに関しても大きく改善されると思いますので、次のその MacBook Pro の14とか16インチっていうものは、もうかなりね、ちょっと期待していいんじゃないかなと、僕は思ってます。はい。なので M1 のもう Mac がね、発売された時みたいにですね、数ヶ月ぐらいはね、やっぱり手に入りにくいね、状況続くんじゃないかと思いますね。もう、僕は最初、結構ね、発売してから注文したのですぐ来たんですけども、結構ね、1ヶ月後とかに注文した方とかは、やっぱ1ヶ月待ちとか2ヶ月待ちとか、カスタムとかね、したらあったので、やっぱそういった状況が、プロでも続くんじゃないかなと思いますね。で、またね、ちょっと搭載が期待される、その機能というか、もういくつかちょっとあったりするので、どういった新機能みたいなのが搭載されるね、可能性があるのか、ちょっと見ていきたいと思います。これね、結構面白いですよ。で、まずはね、Face ID の搭載ですね。プログラマーの方がですね、確か、MacOS のね、中のビッグサーっていうね、今新しい OS が入ってるんですけども、そこのコードの中にFace ID を示すようなものがあったっていうね、から、発端、そこが発端なんですけども、もしかしたらあるかもというところですね。ここに関しては。はい。正直結構不透明なので、今回のモデルというよりか、おそらくその次以降のプロとかでもしかしたら採用されるかもっていうところですね。これ辺もやっぱり iPhone とか、iPad にやっぱ寄っていくのかなっていうところで、ありそうっちゃありそう。はい。また、現在ね、アルミニウム素材が使われてるんですけども、そちらの代わりに、チタンを使った、MacBook。そのチタンを MacBook の本体に使うんじゃないかという。チタン素材の MacBook が出るかもしれないというところなんですが、そういった記事も出てますね。はい。やっぱ耐久性とか特に金属製ね、結構表面汚れとか目立ったりするんですよね。指紋とかを目立たないような、コーティング技術ですね。オキサイドコーティングっていうらしいんですが、そういう、そのオキサイドコーティングの技術かな。その特許を Apple が取ったっていうことで、もしかしたらそういうね、MacBook が出るんじゃないかと言われておりますね。はい。アルミだと結構ね、傷つきやすいんですよね。この、今の Mac って。指紋とかも目立つので、もしかしたらこのかっこいいチタン製のね、MacBook Pro とか登場するかもしれないですけども、ただすごくね、ちょっとお値段もね、高くなりそうなので、どうなんですかね、プレミアムモデルみたいな感じで出るのか、ちょっとわかんないんですけども、はい。ただすごい楽しみですね。はい。ちょっといつ出るかわかんないんですけど、これは。ちょっと面白いね、特許とかも取られてまして、MacBook でそのワイヤレス充電できるみたいな、機能ですね。はい。ちょっと実現性としてはちょっと低いとは思うんですけど、これは。はい。マグセーフ、充電器っていうのがね、iPhone 12と一緒に出たんですけども、ワイヤレス充電でピタってね、磁石でくっつくみたいなやつなんですが、はい。僕もレビューもしてるんで、ちょっと、もしよろしければ、こちらを見てもらえば、わかりやすいと思うんですけど、それがMacBook に、内蔵されてるみたいなイメージですね。はい。イメージで、なんで iPhone とかApple Watch とか、もしかしたら iPad とかを、充電できると。コンセプト自体は結構ね、考え方は面白いかなとは思いますね。はい。ただね、よく考えて手元とかにiPhone とかあると、普通に打つとき邪魔だなっていう。充電できるのはいいけど、どうせならね、使いながら充電するとかっていうのが、リアルな、現実的な感じはするので、正直邪魔かなっていうので、現実性からすると、ちょっと実現性は低いのかなっていうところですが、もしかしたらそういうのもね、来るかもしれないっていうところ。大体こういう特許とかってなんとなくね、とりあえず取られる前に取ろうみたいな感じなんで、Apple とかね、Google とか、Amazon とかもそうなんですけど、こういう特許とかも取ってるっていうことですね。はい。で、最後ちょっと気になるね、新型 MacBook Pro の発売時期ですね。はい。最後、さっきね、ちょっとお話したんですけど、早ければ今年の、2021年の夏と言われております。
はい。なんで6月とか7月あたりとかでしょうかね。早ければですよ。はい。で、もしそこら辺なければ、9月とかやっぱ秋あたりかなっていうね。大体そこら辺に、毎年発表、大体 MacBook 発表されてますんで、なんで少なくとも、今年の後半ですね。後半のどこかのタイミングで、登場するのは結構確実じゃないかと思いますね。なんで僕の場合はね、とりあえず今 M1 Air をですね、ゴリゴリ使いつつですね、プロ出ればそっち乗り換えようかなと。すごい性能が来ると思うんで、これは非常に待ち遠しいですね。なんで結構プロとか考えてる方は、待った方がいいのかなって思いますけどね。はい。M1 でも全然いいと思うんですけど。なんで、MacBook Air とかについては、今年はおそらく出ないと思うんで、来年以降かなると思うんですが、こちらの別の動画の方でもね、解説してますので、もし気になる方はね、こちらもご覧いただければと思います。はい。ということで、皆さんはね、ちょっとどう感じましたか、この、新型 MacBook Pro のね、情報をまとめて出したんですが、はい。なんでちょっと気軽にね、概要欄下の方から、これ欲しいとか欲しくないとか、こういう機能がやっぱ欲しいよねとか、もしあればね、コメントいただければと思います。Twitter をね、日々ちょっと更新してますので、タイムリーな情報とかはこちらからね、ご覧できますので、もしよろしければフォローをですね、お願いいたします。はい。ということで、この動画少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録だったり、グッドボタンですね。こちらもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。